こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。今回の工程は棚を作る作業の後半の動画となっております。前半の動画をまだ見ていない方は再生リストからぜひご覧になってください。今画面に映っているのが前回の動画までで作成できた棚になります。今回の動画で今画面に映っている完成の状態まで一緒に見ていくということになります。よろしくお願いします。まずはこの状態まで作った棚のニス塗りをやっていきたいと思います。ニスはダイソーで購入したチークの色を使っていきます。個人的にダイソーのニスは水性でとても塗りやすく1個100円で値段も安くて初心者にはとてもおすすめだと思います。あと今回ニス塗りに使用しているニスを入れる容器やハケなどもすべてダイソーで購入したものになります。ですので、すべての材料費を合わせても1000円ぐらいで収まるので、とてもいいかなと思ってます。ちなみになんですが、同じウォールナットと書かれた商品でも、セリアのウォールナットとダイソーのウォールナット、他のお店のウォールナットとかでは色が若干違ってきますので、そこは気をつけてください。個人的な感想を言えば、ダイソーのウォールナットの方が好みです。古着のような仕上がりにしたければ、セリアのウォールナットの方がおすすめです。ダイソーのウォールナットの方が少し明るめになってます。とりあえず一通り塗り終わりました。今回棚をチークのニスで塗ったのですが、こんな感じになってます。塗ってみた感想なんですが、個人的には天井をウォールナットにして下の方を明るいチークということで棚をチーク色に塗ったのですが、やはり天井と同じウォールナットにした方が統一感が出ると思い、後日すべて削ってウォールナットに塗り直しております。とりあえず現時点でのニス塗りまでは完了ということになります。今思えばチークでも良かったのかなと思うんですが、この時の印象はチークの色がなんだか昔の勉強机のようなイメージになってしまってウォールナットに塗り替えました。重ね塗りまでして乾いた状態の色がこんな感じになっています。次に棚の右下の部分に扉をつけていきます。天井の板張りの際に余った材料を使って扉を作りました。この扉に長板をつけていきます。結構小さめの長板になります。小さめの長板はホームセンターにも売ってますが、個人的におすすめはセリアになります。100円で購入できます。長板を取り付けていきます。小さいネジの場合は下穴を開けずに直接すぐにネジを締めていきます。電動ドライバーを使わず手締めの方がいいかと思います。扉に長板をつけることができました。次にマグネットキャッチを取り付けていきます。マグネットキャッチを使って扉を固定させていきます。僕はホームセンターで購入しましたが Amazon でも販売されています。値段も100円前後のものから1000円近くまでピンキリで種類も豊富です。形や大きさ、デザインなど様々な種類がありますのでいろいろ調べてから購入してください。取り付けは下穴を開けてからネジで固定するだけでとても簡単です。扉側の磁石を取り付けました。扉を棚に取り付ける前に先に塗装をしておきました。結構迷ったのですが白色に塗ってみることにしました。白色の塗料もダイソーで購入した100円のものになります。こちらの白の塗料もニスと同じく水性で匂いも全然きつくなくてとても塗りやすいです。初心者の人におすすめです。長板を棚本体に固定して扉を取り付けてみました。次に棚側にマグネットキャッチを取り付けていきます。扉を閉めた時に扉と棚の面が揃うように気をつけて取り付けてます。取り付ける場所を真ん中の下の部分にしました。ですので扉につけていたマグネットの部分も真ん中の下の方に移動させてます。綺麗に取り付けることができました。最後に取っ手をつけて完成となります。取っ手もホームセンターなどにたくさん売ってるのですが、個人的なおすすめはセリアになります。種類も割とたくさんあってデザインも良かったので、セリアを一回見てから購入することをお勧めします。取っ手の取り付け方はほとんどが板を貫通させて、板の裏側からネジを通して固定させるやり方だと思います。
ですので、板の厚みによってネジの長さが変わってくるのですが、テリアで購入した取っ手はネジの長さが3種類ぐらいあったので、とても親切だなと思いました。取っ手を取り付けて扉が完成しました。結構気に入ってます。次に見てほしいのがこちらになります。車両に初めから開いているサービスホールという穴を使って棚を固定していくので、車両の上部2箇所に開いているサービスホールに合わせて棚の上部も2箇所穴を開けています。サービスホールの穴のサイズは M6 で、このように手締めできるものをホームセンターで購入してきました。ですので、棚を取り付けたり取り外したりするときに工具を使う必要がないということになります。次に棚の側面にベニヤ板を貼っていく作業をやっていきます。厚さ3ミリで幅10センチに切ったベニヤ板をデザインとして貼っていきます。一枚一枚長さが違うので結構大変な作業になってます。棚の側面につける板をすべて切り終えました。棚の側面につけていく板を全部白色に塗っていきます。色を塗り終えたので棚の側面につけていきます。取り付けはタッカーで行います。すべての板を側面に取り付けることができました。タッカーの針の部分も一つ一つ白色に塗っていきます。後から追加した棚の上の部分の柵も白色に塗っていきます。これも新たに追加した収納部分です。ウォールナットで塗っていきます。ちなみになんですが、チークを塗った棚は一回削ってウォールナットに塗り直してます。棚の足の部分に補強で入れた根太や少し曲面にカットしたところをウォールナットで塗っていきます。次に L 字のステイと根太を使って車両の下の方にあるサービスホールに棚を固定していきます。L 字のステイを使っていい感じに固定することができました。今回作成した棚は今画像に映っているサービスホール1箇所と棚の上の方にあるサービスホール2箇所を使って合計3箇所で固定されています。これで車両に穴を開けずに棚を取り付けることができて、手で回せるボルトを使っているので工具を使わないで棚を取り外したり取り付けることができるようになります。棚の上の方を裏から見たらこんな感じになってます。2箇所の穴に補強用のステイをつけてます。下の固定部分は根太を使って L 字の穴とサービスホールが合うように調整してつけてます。次にカーテンを取り付けていきます。ナイロンサドルというものを見つけたので購入してきました。ちょうどいい太さの丸棒を購入してきました。窓枠に合わせてカットして先ほどのナイロンサドルというもので固定していきます。試しに適当な布を窓枠のサイズでカットして取り付けてみました。とりあえずこの取り付け方で様子を見てみようと思います。正面から見るとこんな感じです。ということで、とりあえず完成しました。細かいところを修正したり追加したりしています。棚の上部にはダウンライトも一つつけています。カーテンも遮光カーテンをカットして取り付けてみました。完成した棚を車両に取り付けたいと思います。車両に棚を取り付けてみました。上部2箇所と下側1箇所で車両に固定されています。棚の左側にポータブル電源を設置します。ポータブル電源は前から出し入れができるようにしました。根太と長板と金具を使ってポータブル電源を固定できるように工夫しました。これで棚は一応完成とします。個人的には棚の作りも気に入ってるし、
ウォールナットと白を2色使ったところも気に入ってます。今回棚にかかった費用が約6000円ぐらいです。椅子や金具などもダイソーやセリアなどの100円ショップで購入したものが多かったです。木材も値段の安い合板などを利用したので費用を抑えることができました。ということで今回は棚の作成の動画になりました。難しいところもありましたが楽しく DIY することができました。軽板の DIY 動画はすべて再生リストにまとめてありますので、最初から見てない方はぜひ見てください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。わからないことや聞きたいことなどがありましたら、ぜひコメント欄よりコメントしてください。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。